7th grade. You knew every crush of mine. We'd always talk online. And now that we're all grown up, you've disappeared for a while. こんにちは、のぶちゃんです。今日は事前にインスタと YouTube で私についての質問を募集したので、今日はそれについてお答えしていこうかなと思います。まず何歳ですか？今年23歳になります。2001年生まれで今22歳です。で、好きなアニメはエヴァンゲリオンと、呪術廻戦とブルーロックとあとナルトです。自分を一言で表すと、ちょっと言うの恥ずかしいんですけど、負けず嫌いの頑張り屋さんだと思います恥ずかしい。子供の頃の夢や憧れは何ですか？あんまり覚えてないんですけど、多分プリンセスだったと思います恥ずかしい。お気に入りの韓国ドラマは、私韓国ドラマを全部見たことあるやつ1個しかなくて、愛の不時着は全部見ました。あれめっちゃ面白かったです。Netflix で見れます。次が私のモチベーション。これ結構聞かれたんですけど、基本的にモチベーションがないと動けないとかっていうのじゃなくて、今の自分がその将来目指してるところに向かって、なんか今の自分に必要なこととかやるべきことを日々やってるっていう感覚です。ただこのモチベーション C って言うんだとしたら、なんか目の前に課題とか壁があった時に、なんかこの敵を倒したら私かっこよくない？みたいななんかそういう気持ち、なんか今の自分がさらにかっこよくなれるとか、なんかちょっと強くなるみたいなのはモチベーションの一つになってるかもしれないです。ちょっと待てないのでドーナツ食べちゃいますね。こっちから次が私が恐れているもの。なんか自分が何も変わってないとか変化してないっていうのは結構怖いかもしれないです。ふと過去の自分を振り返った時に、あれ？あの時あんなに変わろうって決心したのに私何も変わってないみたいな風に感じる時が結構私にとっては絶望の瞬間なので、変化しない、成長しないっていうのは怖いなって思います。 YouTube チャンネルを始めた時にぶつかった壁は何ですかって質問なんですけど、これ同じペースで投稿し続けることが結構難しかったです。なんかどうしてもその誰かに言われてこれをやってるわけじゃないから、その自分でこの日に投稿する、この日に撮影する、この時間使って編集するっていうのを決めて、自分との約束をなんか守り続けるっていうのが結構難しかったなって思います。今でも難しいなって思ってます。次が生活面のことについてなんですけど、夜型人間で腸がつくほど朝が苦手なのですが、早起きできるコツがあれば教えてください。私おすすめはカーテンを開けて寝るですちょっと変かもしれないんですけど、これカーテン開けて寝ると朝ちょっとうっすら起きてきた時に部屋が明るくなってるから、なんか眩しくて起きるっていうか、朝だってなって起きることが多いです。一人暮らし生活を維持する方法は、私は目標や計画を立てて過ごすことかなって思ってます。それこそ私は放っておくと食器洗うのを何日も貯めてしまうので、なんかトゥードゥーリストに食器洗うとか洗濯機回すとかって書いて、やったら線を引いて消したりとかしてます。あとは
定期的になんですけど、今年中に達成したいこととか、こうなりたいっていう目標を決めて、それに向かってお仕事ではどうしようとか、じゃあプライベートではどうしようみたいな自分ルールを決めて動くと、なんか仕事でも自分一人の時間でも充実した一人暮らし生活を維持できるんじゃないかなって思います。自分との約束を守り続けるっていうのがすごい大事なことで、一番難しいことだと思います。お金の管理についてなんですけど、私細かく家計簿をつけたりっていう管理はあまりしてないんですけど、積立 NISA はやってるので、そこで毎月3万円貯金してます。あとはなんか大体お金をかけるものとかけないものをなんとなく整理してみたんですけど、私がお金をかけてるのが、例えば髪の毛には気を使ってるのでヘアケアと、あとお仕事とか YouTube の作業効率が上がるものと、あと絶対これは長く使うっていうもの、なんかアウターとかインテリアとか、それこそこういうカメラとかパソコンとかにはお金をかけるかなって思います。逆にお金をかけないもので言うと、服は結構バンバン買ったりはしないタイプです。服と、あと飲み会と、化粧品もあんまりいろんなブランド物とかは買わないタイプです。と、あとなんか私はあまりアイドルとか推し活とかをしてないので、そういうところにはお金をかけてないのかなって思います。その分こまめに浮いたお金を結構大きくカメラとかに使ったりしてるのかなって思ってます。僧帽弁形成術は佐伯式かダイレクトアナストモーシスかと佐伯式です。これブラックペア見てる人にしかわからないと思うんですけど、私は佐伯式の方が好きです。はい、なんか今のところシーズン1の方が好きだなって思いながら見てます。はい、服の好みと、あとお洋服どこで買ってますかっていう質問なんですけど、服は結構シンプルめの服が好きで、ダボっとしたものよりかはジャストサイズのもの、ぴったりした服の方が好きです。で、服は結構基本ユニクロとか GU で買うことが多くて、なんか休みの日にちょっとお出かけする時とかに着るような服は ZOZO とか、あとグレイルとかで買うことが多いです。結構なんか韓国っぽい服とかが割と好きだったりするので、逆におすすめの通販サイトとかお店とかあったら教えてください。お願いします。次の質問が、サ活は一人ですべきか仲間見つけるべきか。これすごい難しいですね。なんか私の場合はなんか女の子でサウナ好きって子が周りにあんまりいないので一人で行くことが多いんですけど、前に1回だけ女の子と一緒に行った時に、なんかお風呂入りながらいろんなお話をしたりとか、なんかこう気持ちよさを共有できるのがすごい嬉しかったので、結論どっちか選べないんですけど、私は結構人と行くのが好きかもしれないなって思います。はい。一人暮らしで怖かった体験などを聞きたいです。ちょっと多分思ってた回答と違うかもしれないんですけど、なんか夜部屋に一人でいて地震が来た時とかめっちゃ怖いです。はい。あとはなんか物が勝手に落ちた時とか、私結構ビビりなんで、わーっていきなり驚かされたりすると結構大きい声出してビビっちゃうタイプなんで、物勝手に落ちたりとか、なんか雷がすごい鳴ってる日とかは怖いなって思います。はい、こんな感じですかね。高校と大学での恋愛話聞きたいです。高校時代は男子バレーボール部の男の子となんかすごい仲良くしてるうちにそのまま好きになって付き合ったことがあります。なんか私は結構心を開いていろいろお話できるようになるまで結構時間がかかるタイプなので、結構仲良くなった男友達のことを気づいたら好きになってたみたいなことが結構多かったです。次の質問が一番多かったんですけど、彼氏はいますか？結論いません。はい、いなくて、ただなんかいつか
自分が安心して一緒にいられる人とお付き合いして、なんかその方に私のこの YouTube を応援してもらえたら皆さんにもお伝えしたいなって思ってます。はい結構私はなんか奥手というか、好きになったら割と結構声かけたり誘ったりとかするんですけど、なんか肝心のことはなかなか言えなかったりするタイプなので、ちょっと頑張ります。はい、よかったら応援してください逆に相談乗ってほしいくらいです。はい、異性のタイプについて聞いてみたいです。好きな俳優さんとかいたら教えてください。顔のタイプでこういう系が好きとかっていうのはあんまりなくって、ちょっと中身の話になっちゃうんですけど、なんか自分のやってることをすごい自信持ってなんか語れる人、話せる人とか、あとは楽しそうに仕事してる人、あとは私の夢とかやりたいことを応援してくれる人、めっちゃいいじゃん、いいね、すごいねみたいな、逆にこういうのやってみたらとか言ってくれる人はすごいいいなって思います。好きな俳優さんは綾野剛みたいな、結構なんか落ち着いた合ってるかな、なんか大人っぽい人とか、なんだっけ、不思議の国のアリスみたいな、忘れちゃった、ネットフリックスでやってたドラマに出てた村上虹郎さんとか、なんかちょっとダークな魅力がある人は結構いいなって思っちゃいます。あと最近ブラックペア見てるので、二宮めっちゃかっこいいなって思って見てますなんかあれぐらいはっきり言う人、私結構好きかもしれない。なんか罵倒されたいわけではないんですけど、でもかっこいいなと思います。めちゃくちゃ好きな飛行機のタイプ、B737 っていう私がよくいつも乗ってるやつ帰省する時とかに乗ってる飛行機が一番安心します。すごい好きです。はい、勉強についてなんですけど、高校時代1日どれぐらい勉強してましたか？普通の平日は1日 3,4 時間ぐらいやってました。私は結構朝満員電車に乗るのが嫌だったので、あえて始発の1本後ぐらいの電車に乗って、そうすると6時台ですかね、6時台の電車に乗って、で学校までだいたい1時間ちょっとかかってたので、電車に乗ってる間とか駅から学校に着くまではなんか英語のリスニングの音声とか聞きながら通ってました。私7時15分ぐらいにいつも高校に着いてたので、そっからホームルームが始まるまでの1時間ちょっとは自習室で勉強してました。で部活終わってお家帰ってきて、でその帰り道の電車の中でも単語帳読んだり勉強して、お家に着いてから夜ちょっと勉強するみたいなので 3,4 時間は確保してたかなって思います。で受験生時代の平日は多分もうその頃部活なかったので、その分 5,6 時間は勉強してて、で土日はだいたい7時間からめっちゃ頑張った日で13時間とか勉強してました。多分中学生の受験生時代もそれぐらい、同じぐらい勉強してたかなって思います。はい、私が興味のある学問は結構哲学とか倫理学とかが好きで、大学時代勉強してました。人と関わる上でとか、この社会で生きていく上で私は何を大事にしたらいいんだろうとか、なんかこの人間社会で私はどういう風に行動していったらいいんだろうみたいなことがすごく気になっていたので、結構哲学系とか社会倫理学っていうのをメインで勉強してました。次が、この質問も多かったんですけど、勉強する際の集中力をどうやって維持していますかっていう質問です。で、私がやってる方法はだいたい3つあって、1つ目が朝の早い時間に行動を開始するっていうのです。私は結構中学校時代ぐらいからずっともともと朝方だったので、最近はちょっと遅いんですけど、周りのみんながまだ起きてないような時間に勉強したりすると結構集中できます。と、2つ目が静かな環境で勉強するっていうことで、私はなんかカフェとか
なんかフードコートとかで勉強すると周りの人の会話がすごい耳に入ってきちゃってあまり勉強に集中できなかったので、どちらかというと自習室とか図書館とか家とか静かな環境の方が集中できます。3つ目はタイマーで時間を計るです。でこれも毎回やってるわけじゃないんですけど、なんか特にちゃんとスイッチ入れて勉強したいなって時は1時間とかポモドーロ法を使って25分でタイマー測ったりとかしてやってます。勉強の合間で何をするのが好きですか？勉強の合間の休憩時間は結構私は息抜きでお菓子食べたりとか音楽を聴いたりとか、あとはちょっと音楽聴きながら散歩に行ったりとかもしてました。あとはなんかそこまでやった勉強の記録とかをして、あ、よっしゃ今日やること1個達成したとか何ページもできたとか、結構そういう記録をすると次の時間じゃあもうちょっと頑張ってみようっていう気持ちになれるので、合間で自分がやったことを整理するみたいなのは結構おすすめかもしれないです。大学時代のエピソードですね。大学時代の話を聞きたいですって質問なんですけど、大学 1,2 年生の時はダンスにすごいハマっていたので、週3日サークルでダンスして、でプラスでダンススクールにも通ってたので、週 2,3 日そのスクールの方のレッスンも受けてバイトして大学に行ってっていう感じだったので、結構忙しかったです。ダンスやりながら。でもすごい充実してました。で逆に大学3年生4年生の時は結構アルバイトにハマってたので、多い時で3つぐらい掛け持ちしてバイトしてたりとか、後半はもう1日フルで社員さんと同じような時間で働いてたので、1日8時間のバイトを週に3日とかやるって感じで過ごしてました。次が就活について教えてくださいっていう質問なんですけど、私が本格的に就活について始めたのは大学3年生の2月ぐらいなので、就活解禁と同じぐらいとかちょっと前くらいに始めました。あとはなんか自己分析とかをしていく過程で、なんか私はロジカルっていうよりかは割と感情的なタイプだなって思ったのと、あとは結構バイトも接客業とかが多かったので、いろんな人と話すのが好きだなっていうのと、あとは大学とかで授業のアシスタント、一緒に授業の運営をするっていうのもやってたりしたので、そこから人の成長を支えられるような人になりたいなと思って人材業界を、多分3月4月ぐらいからは人材業界をメインで見てたかなと思います。で就活中の私のエピソードを1個お話しすると、これ多分前にも話したことあるんですけど、私面接がすごく苦手だったんですけど、なんか緊張して結構何喋っていいか分かんなくなっちゃうタイプで、面接すごい苦手だったんですけど、向上心だけはすごい高かったから、いつも面接の最後に今日の私の面接にフィードバックをください、アドバイスくださいって言ってたんです。そしたらその時のコンサルの方かな、コンサルの面接官の方に1分以上喋ってるのに違和感持った方がいいですって言われてで面接終わったらちゃんとじっくり反省会しようって思ってたんですけど、最後ありがとうございましたっていう時にちょっとポロポロって涙が出てきちゃって今思うとすごいなんか自分からアドバイス聞いたのにアドバイス聞いて泣くのめっちゃやばいなって思うんですけど、なんかそんな就活中のエピソードもありました。はい、でもそんな私でもちゃんと泣いてもらって就職できてるので、みんな大丈夫だと思いますはい。でそんな私が今お仕事で、学生さんのその就活の支援っていうのをやっていて、自己分析とか面接対策とかをお手伝いするお仕事をしているので、もし今まさに就活してる25卒の方とかぜひ私相談に乗れるので、個別で私に連絡していただければと思います。はい、次は将来のこととかについてですかね。顔はいつ公開しますか？今のところ公開予定はございません。はい、需要あるのかな私の顔でも似てる芸能人とかで言うと、フィギュアとかやってる本田望結さんの
子供時代に似てるって言われます。はい。今の本田望結さんじゃなくて、幼少期の本田望結さんに似てるって言われるので、なんか結構幼いタイプ。顔は幼いタイプなのかなって感じです。よいしょ。将来起業するなどキャリアプランは現時点でありますか？明確に起業したいとかまでは今のところ考えてないんですけど、なんかゆくゆく私のやりたいことを実現するのに本当に起業が必要だったら考えるのかなっていう感じで、まあできるできないは置いといてですけど。で、私のなんか将来の夢とかになるんですけど、なんかいつかこう私を中心にそれこそ YouTube を見てくださってる皆さんとかいろんな人が集まるようななんかコミュニティを作れたらいいなっていうふうに思っていて、で私が YouTube をやってるのもその夢を叶えるための一つの取り組みかなって思ってます。なんか具体的にはこうなんか私の行動とか言葉で、例えばこのチャンネルを見てる皆さんの生活が良くなったり、あとは悩みが解決して前向きになれたり、行動が変わったりとかするような、そんな人をもっと増やしたいなって思ってます。そうだな。それこそ私がいろいろ発信することによってその向こう側にいる誰かにポジティブな影響を与えられたらいいなって思ってるので、それに付随していつかなんかめっちゃ夢なんですけど、なんかブランドの立ち上げとかコミュニティ作りみたいなのをもっとやっていけたらいいなっていうふうに思ってます。はい。ちょっと夢について語ってしまったんですけど、こんな感じで相変わらず私の日常生活とか考えたこと感じたことを発信していくので、なんかそこから皆さんに新しい気づきとかモチベーションとかそういうのをプレゼントできたらいいなっていうふうに思ってます。じゃあちょっと長くなっちゃったんですけど、こんな感じです。見てくださってありがとうございました。